私は今ロンドンのパディントン駅にいます。ここからヒースローエキスプレスに乗って空港へ向かいます。切符売り場は突き当たりを左に曲がった4、5番線のあたり。今そちらへ歩いています。昨日は何十年ぶりかにミュージカルのスターライトエキスプレスを見てきました。主人公の男の子の夢の中で世界の特急たちが速さを競う物語です。俳優さんたちがローラースケートで会場中を走り回り、私のすぐそばも何度もビュンビュン駆け抜けていきました。もう大迫力で会場中が大盛り上がり。そして今日本物の特急で空港へ。まるで舞台の続きを見てるみたいでワクワクします。地下鉄だと1時間かかるところ、ヒースローエキスプレスならたった15分で到着です。あそこが券売機ですね。では切符を買いましょう。Hello, can I buy a Heathrow ticket? One way return. One way. This way. This way. Yeah. Thank you。係の方が親切にやってくださいました。助かりました。私が買ったのはスタンダードチケットですが、 ANA のステータスカードでビジネスファーストクラス席に無料でアップグレードしていただけました。短い時間ですが心地いい座席にテーブルまであってありがたいです。車窓の景色がまるで飛ぶように流れていきます。最高時速は160キロ。あっという間に空港に着きそうです。ヒースローターミナル 2&3 駅に到着しました。改札まで結構距離がありますね。早めに来て正解でした。Transfers between Heathrow terminals are free of charge. 改札を出るまで10分、さらに10分ほど歩いてようやくターミナル2に到着です。こちらがファーストクラスのチェックインカウンターです。すぐに手続きしてもらえそうで安心です。荷物にはオレンジのプライオリティタグをつけてもらいます。日本に到着した時、最初に出てくるのが嬉しいですよね。 Have a nice flight, madam. I See you will. again soon. Yeah, thank you. Thank you. 保安検査もスムーズに通過できました。ではこれからラウンジに向かいます。ヒースロー空港って本当に広いんですよ。でもファーストクラスの人は電動バギーで送ってもらえるんです。あそこに止まってますね。チケットを見せて乗りましょう。 I can take Yeah, Okay. that's it. That's nice. Just leave the back. Thank you. When you get in there,
そうですね。ああ、楽ちん。気持ちいい。こうやって空港の中をバギーで送っていただくと、とっても優雅な気分になれます。今朝はフォートナム・メイソンでお買い物したり、ハイドパークをお散歩したりして、結構歩いたので助かります。この空港には ANA のラウンジはないので、同じスターアライアンスグループシンガポール航空のシルバークリスラウンジに向かっています。こちらがシルバークリスラウンジです。右がビジネスクラス用、左がファーストクラス専用です。当日ファーストクラスに搭乗する人しか入れない特別な空間。ビジネスか？Thank you. Thank you. Enjoy your stay. I will. さすがシンガポール航空。華やかだけど落ち着いていて上品な雰囲気です。窓側の席からは滑走路が見えて、とっても明るくて開放的。その奥には少し落ち着いた半個室の席もあります。さらに奥に進むとシャワーやトイレのスペース、どこも清潔で気持ちがいいです。そしてここがゆったりとした個室タイプの席。静かで贅沢な空間です。この席でちょっと休憩しますね。スタッフさんがメニューを持ってきてくれました。搭乗は18時30分、46番ゲート。まだ90分ぐらいあるのでのんびり過ごします。まずは喉が渇いたのでジンジャーエールを。美味しい。ビュッフェもありますが、ファーストクラスラウンジでは温かいお料理も注文できます。メニューを翻訳してみると、ナシゴレン、ラクサ、チキンライスなどシンガポールらしいお料理がずらり並んでいます。どれも美味しそうで迷いますね。Chicken, fish and This is chips. fish and chips. Little. Yeah, it comes one big piece of fish No, and then fries. no, thank you. サラダとラクサ、 Laksa, そして白ワインをお願いしました。 small portion. 白ワインはスタッフさんおすすめのシャルドネ。 Thank you. フランス・ブルゴーニュ地方のものだそうです。まずはアップルとスカッシュのサラダから。リンゴがみずみずしくて美味しい。かぼちゃを焼いたスカッシュも香ばしくて、ソースの酸味とナッツの香りが爽やか。そして次は大好きなラクサ。このスープ濃厚なのにまろやか。ココナッツミルクの優しさとスパイスの刺激が本当に絶妙に合ってます。おいしい、おいしい。こんなラクサ初めて。白ワインがスープを優しく包んでくれて、もう最高の組み合わせ。ザ・スイートに乗る前からすっかり贅沢気分です。ごちそうさまでした。ラウンジでシャワーを浴びてカフェオレもいただいて、そして搭乗口にやってきました。ANA 東京羽田行き212いよいよ搭乗です。
ボーリングブリッジを左へ進みます。飛行機の扉が見えてきました。43インチのモニター、大きい。左上に 1A の座席番号、そしてアメニティ、窓3つの反対側に座席。かわいい風呂敷包み。この中にパジャマ、カーディガン、スリッパが入っているそうです。外国の人にも喜ばれそうですよね。ボーイング777-300ER は212席あって、そのうちファーストクラスはたったの8席、ザ・スイートと呼ばれます。離着陸時以外は通路の扉を閉めて完全に自分だけの空間になるんですよね。この窓3つ分のスペースがフルフラットのベッドになるので本当にラグジュアリー。ゆっくり眠れるので人気があるのもうなずけます。座ってる私の足を伸ばしても足先がモニターに届かないぐらいとっても広いです。離陸するまでにはまだ時間があるのでシート案内をモニターで見たいと思います。これを見ながら私も実際に自分の座席を確認していきます。これがクローゼット。ジャケット関係をここに入れておくことができます。今このドアは閉まらないんですよね。離着陸の時はロックされています。安定飛行に入ったら閉めて個室にすることができます。これは窓側ではなく真ん中の席案内ですね。家族やお友達と来ている人は真ん中のパーテーションを開けることができて話すことができます。両側の扉を閉めると2人だけの世界っていう感じになりますね。それから窓側席の窓ですが3つあるので1つずつ操作もできるんですが、このボタンを押すと3つの窓全部一緒に操作できるんですね。次にテーブル。テーブルはこうやって引き出してパタンと向こう側に広げます。広いんですよね。でこうやって戻します。2人で来てる人は向かい合って食事をすることもできます。それからこの物入れですね。ここに結構な量が入るので上の棚にあげなくても大丈夫だったりするので助かります。ここは小物入れですね。開けると手前にコンセント、HDMI、USB、イヤホンジャックがあります。モニターの横にも小物入れがあります。まあ13時間乗るのでいろんなところに小物を入れておくと便利なんですよね。こちら側に鏡もあります。あとメガネ入れ、これは便利です。こちらはリクライニングのボタン。こうして押すとフルフラットのねベッドにまでなります。ピーンと伸びていくんですね。これは読書灯ですね。左右の肩の上から明るさや角度を調節しながら使えます。こちらはアクセントライト。上から照らしてくれるライトです。窓側席はリモコンについてますね。これで大体の操作が分かってよかったです。いよいよ離陸です。
メニューが配られました。好きなものをどれだけでも注文できます。でも今はとにかく眠いので、先に幻のワインだけいただいて、一旦寝た後にコース料理をいただくことにしました。いよいよ幻のワイン、ハーランエステートナパバレー2014年とのご対面です。大きなテーブルに真っ白なクロスが敷かれて、一気に高級レストランのような雰囲気になりました。実はこのハーランエステート2014年はナパバレーを代表する幻のカルトワインなんです。世界中のワインコレクターが憧れる、いわばワイン界のロールスロイス。1本が数十万円以上することもあって、なかなか手に入らない特別なワインです。2014年は特にバランスが良く、力強さとエレガンスの両方を感じられる年。深い果実味にカカオやスパイスの香りが重なって、まさに完璧な調和を楽しめます。そんなワインを空の上でいただけるなんて本当に贅沢ですよね。ハーラン2014がこのワイングラスに注がれます。ではまず香りから。香りからして圧倒的です。グラスに顔を近づけた瞬間、カリフォルニアの日差しのような濃密な果実の香りがわーっと広がりました。一口含むと深いベリーとカカオ、なんだかスパイスのような余韻。力強さの中に静かなエレガンスを感じます。静まり返った上空1万メートルの世界でこの一杯を味わえるなんて、まさに奇跡の時間です。ではこのワインと一緒にアミューズをいただきましょう。4種類の美しいお料理が並びます。一口サイズで少しずつ楽しめるのがいいですね。ではまずハーラン2014年を一口先に。もう美味しすぎ。口の中で濃厚な香りと味が広がります。ではチキンとトマトのチャツネをいただきます。口の中でちょうど良い感じで溶けていきます。ワインの口にぴったり。もうワインも美味しすぎ。次はこれ、ロブスターカクテル。もう名前だけでもね、なんだか豪華な感じしますよね。
リッとして香りが華やかです。そしてこうやってワインを一緒にいただくと、もう本当に至福すぎますよね。次はハムホックテリーヌとリンゴのゼリーです。これもあっさりしていて美味しいですね。濃厚なワインによく合います。そしてこのパリパリのね、チーズペッパー、サクサク、パイ生地がいい感じ。ワインも進みます。いやもうアミューズだけで大満足。ワインもこんなに飲めるかなと思っていましたが、気がつけばグラスはほとんど空に。いやーもうありがたすぎる時間です。美味しすぎます。では予定通り今から眠るための準備をします。まずアメニティポーチを開けてみます。ブランドはイギリスのエッティンガーですね。ANA のエコバッグ、アイマスク、パスケース、耳栓、そしてありました繊細スキンケアセット。これ本当に化粧水はとろみがあってまるで美容液みたいなんです。濃密なのにべたつかずお肌をプルンプルンにしてくれます。さすがカネボウが世界に誇る最高峰のスキンケア商品ですよね。ではこれをポーチに入れてお化粧室に行ってきます。この ANA のパジャマ、オーガニックコットン 100% でとっても肌触りがいいんですよ。丸首でなくボタン使いが可愛いと思いませんか？ボタンをつけると首が冷えにくくて快適です。着替え終わって席に帰ってきたら CA さんが丁寧にベッドメイクをしてくださっていました。ビジネスクラスでは自分でベッドメイクをするので本当にありがたい。扉を閉めれば完全にプライベート空間。周りを気にせずに休めます。では早速お布団に入りましょう。紫の毛布をかけてベッドに入りました。まだ機内は皆食事中で明るいのでアイマスクをつけます。そして濡れマスクで喉を潤します。耳栓をつけて準備完了です。さあ、お布団をかぶります。足を伸ばしてもモニターのところまで届きません。モニターの下もかなり奥があるので、180センチぐらいの人も足を伸ばして余裕で眠れそうですね。雲の上でこうやって体を横たえて眠れるって本当に特別な体験です。そして私が一番
フルフラットベッドでありがたいと思うのは飛行機が揺れてる時なんですね。ベッドに体を預けているから、まるで海で仰向けになってぷかぷか浮いてる感じ。波がやってきても体を預けてそのままやり過ごしますよね。そんな感じと似てるんです。だからガンガン揺れて体が浮いても、それがアトラクションのように楽しく感じてしまうのです。ゆらゆらした揺れさえも心地よくて、気がつけばすっかり夢の中。おやすみなさい。目が覚めました。化粧室に行って顔を洗って歯磨きをして、着替えている間に CA さんがベッドを片付けて食事の支度をしてくださっていました。朝一番にいただくのは前菜のキャビアです。まずは至高のシャンパン、クリュッグを注いでいただきました。シャンパンはフランス・シャンパーニュ地方で作られる特別なスパークリングワインです。その中でも年代の違うワインをブレンドして作られるグランキュベ。ANA ファーストクラスでサーブされるこのクリュッグは、世界の旅人が憧れる特別なシャンパンというわけですね。グラスを口に近づけると、ナッツや蜂蜜、柑橘の香りがふわーっと広がります。すっきり透明感があって上品なお味。きめ細やかな泡が口の中で軽やかに踊ります。もう一口。たまりません。それでは続いてはお楽しみのキャビアです。キャビアって日常でなかなか食べる機会のない食材ですよね。でもほんの少しの量でも料理のクオリティをずっと上げてくれる、まさに黒い宝石。これをこんなにたっぷりいただけるなんて、さすがファーストクラス。頬が緩んでしまいます。まずはキャビアの繊細なお味を楽しむために、専用のスプーンでそのまま一口食べてみます。久しぶりのキャビアです。このプツプツとした食感、程よい塩味、まさに至福の味です。キャビアの後味をしばらく楽しみます。今いただいているのはキャビアのクラシックスタイル。真ん中の白い布に包まれたものは輪切りのレモンです。薬味の白身、黄身、サワークリーム、玉ねぎ、これらにキャビアをのせて混ぜます。ブリニが小さすぎてうまくのせれません。でもたくさんのせて、おいしい。この薬味すべてがほんとうまく調和してます。玉ねぎもいいですね。王道の食べ方ってさもありなんですね。CA さんがクリュックもう少しいかがですかと減ったのを見計らってお声掛けくださいました。本当によく見てくださってます。ブリンのおかわりもいただきました。キャビアを食べてクリュックを飲んで、もうおいしくておいしくて、このペアリング最高すぎます。次にサーブされたのは
彩り豊かなガーデンサラダ。ドレッシングはクリーミー野菜ソースを選びました。程よい酸味とまろやかさがバランスよくフレッシュな野菜を引き立ててくれています。空の上でもまるでホテルのレストランのような、そんな一皿です。今回2回目のハーランエステート2014年です。なんて贅沢なんでしょう。まずはテイスティングから。あれ、同じボトルなのに香りがまるで違う。開けた直後は力強くて華やかだったのに、今はまろやかで深みのある香りに変わっています。まるでこのワインが5時間の空の旅で大人になったみたい。やっぱりワインって生きてるんですね。美しい景色を見ながら幻のワインをゆっくり味わう。果実の甘みとスパイスの香りが溶け合って、静かな余韻が心まで満たしてくれます。続いてはコーンスープ。とても滑らかな口当たり。クリーミーなのに重すぎず優しい甘みが広がります。そしてメインはイギリス産の牛ヒレ肉のステーキ。見た目も美しくて香ばしい香りが広がります。赤身がしっかりしていて、お肉のうまみがぎゅっと詰まっている、そんな感じで濃厚で特別感のあるお肉です。もちろんこの奥深い味わいの赤ワインとの相性も抜群です。いよいよコースも終盤です。今度はチーズプレート。空の上でワインを片手にチーズをゆっくり味わう。外を見ると飛行機の中からしか味わえない素敵な景色が広がって、それだけでまるで小さなご褒美のよう。種類ごとに味わいが違って、クリーミーなものから少し塩気のあるタイプまで、どれもこのワインと相性が抜群で、一口ごとに幸せが広がります。そして最後のデザートはクレープシュゼット。オレンジの香りがふわっと広がって、ソースのほろ苦さと甘みが本当に上品です。冷たいアイスクリームとの温度差も見事で、温かさと冷たさが絶妙なハーモニーを奏でます。機内でこのデザートをいただけるなんて、もう感動です。やっぱりフレンチはこの一皿で締めくくりたかったんです。本来ならここでコーヒーをお願いするんですけれど、ワインがあまりにも美味しくて、つい最後まで楽しんでしまいました。他の方と食べる時間が違ったので、ワインボトルもこうして置いておいてくださり、人生で最高のフレンチコースになりました。ありがとうございました。
ソニーのノイズキャンセリングのヘッドホンで音楽を聴きながらぼーっと景色を眺めていたら、あっという間に到着まであと2時間になってしまいました。 CA さんが2食目はいかがですかと声をかけてくださいましたが、もうお腹いっぱいすぎてお断りしました。離陸後すぐに食事をされた方たちは今2食目を召し上がっているようです。それでもせっかくなのでここでしか味わえないものをと思いメニューを見ていると、響き21年の文字が目についたので迷わずお願いすることにしました。これが響き21年です。水割りにしてもらいましたが、綺麗な琥珀色で美しいですね。少し揺れていますが、気流が悪いのか私が酔っているのかよくわかりません久しぶりにウイスキーを飲みましたが美味しいです。熟成された香りなのでしょうか、上品な感じがいいですね。あては焼き干しホタテです。香ばしくてほんのり甘みがあって硬いんですけれど、噛めば噛むほどにうまみがじんわりと広がってきます。響きと相性ぴったりです。美味しい。今回のフライトでは本当に素晴らしいお酒をいろいろいただけました。この空のレストランに次に来れるのはいつなんでしょう。この風呂敷アート素敵ですよね。実はフライトの最初にもしできるならこのハーランエステートのボトルを記念に持ち帰りたいとお願いしていたんです。そして到着前、なんと CA さんがそのボトルを美しく風呂敷アートにして席まで届けてくださいました。もうその心遣いに胸がいっぱいになりました。やっぱり ANA のファーストクラスって特別ですよね。日本に帰ってきました。長いようであっという間のフライトでした。美味しいお料理とワイン、そして何よりも心のこもったおもてなしが最高でした。空の上の小さな5つ星ホテルの旅、これにて終了です。本当にありがとうございました。今回の動画では10月限定のハーラン2014年の魅力を少しでも早くお伝えしたくて、ロンドンからの帰路の様子を先にお届けしました。次回は行き羽田からパリへビジネスクラスの旅をお送りします。そしてその後はパリでの効果抜群のスリ対策、ロンドンの街歩きの様子もお届けする予定です。ぜひチャンネル登録をしてこれからの旅も一緒に楽しんでくださいね。